こんにちは。大工の翔也です。前回踊り場ができました。今回はその下と上に直階段を作っていきます。下9段、上3段ではやっていきます。では直階段を作っていきます。まず最初に親板から隅をしていきます。この階段は2階の床を入れて14段になります。15段にするといいんですけども、どうしても踊り場の部分で1階の部分の天井が絡んできます。どうしても14段でしかできません。ですから高さは毛上げって言うんですけども、今まで通り14段で割ってやります。階段の材料は加工の時にも言いましたけども、自松の松材です。親板に節のない場合はいいんですけども、何か節があったりえぐぼがあったりした場合は、何もない割り付けに楽な方から隅をします。そして訳ありの方を後から持ってって隠れるように細工するように隅はしていきます。段板の前面、同じ寸法を取ってやるのに毛引きとも言いますけども、自分はそれを使っています。墨を打ってもいいんですけども、そうするともう削る時でも墨がなかなか取れない場合があります。ですからあえて墨は打たず毛書きで墨をしていきます。そして長い方の親板も同じように墨をしていきます。節のある方の親板で少し問題が出てきました。反対にしていろいろやってみたんですけども、どれにしても1個入れると1個出てしまいます。赤みの多い方を使いたかったんですけども、本来は木表を使うんですけども、右左木表木裏となりますけども、結果として紅白になっていいんじゃないですか。親板の隅ができましたので刻んでいきます。刻む前にまず両端だけを仕事して仮掛けしてみます。全部刻んでもし合わなかった場合は仕事した何もかもがゼロになりますけども、もしの場合に上だけ刻んであってもまた次の材料に回すことができます。ですから上下だけをまず刻んで針にかけてみます。両端が刻めたので貼り合わせをしてみます。この階段は2階で刻んでいます。大体は1階で刻むんですけども、この2階で刻むっていうことはなかなか大変です。貼り合わせの上げ下ろしでも上から下ろすようになって苦労しました。踊り場から上の直階段を合わせてみます。合わせるのに1階の天井部分が当たります。それをもう最小限度の小さい穴にして天井を切り抜いていきます。
3段部分の親板も同じように合わせてみます。このつなぎ材を入れたところに親板が少しかかるようになっています。床の高さがきちっと出ていないので、元々のレーザーの光で高さを合わせていきます。これで親板の勾配長さが確認できたので、中の段板の部分を刻んでいきます。カッターを入れる場合は定規は残す側に定規を当てます。反対にしますと、カッターが外に逃げた場合は見える部分に傷がつくことになります。ですから大事な方に定規を当てます。自分が墨した寸法が段板とどれぐらいの効き具合になっているか切れ端で確認します。それによってこの墨の内側をカッター入れるか中心をカッター入れるか自分で加減をしていきます。段板の粗彫りには溝切りカッターを使います。刃は 21mm をつけています。もう少し幅が広いのもありますけども、幅が広くなれば抵抗が強くなってフリーハンドで使うことは難しいです。自分はどうしてもこの横着してフリーハンドで使ってしまいますけども、失敗したらその材料はもう終わりです。緊張するスリルある仕事です。このゴミが出ているついでに壁の入る部分の溝も同じようについておきます。松の買ったくずは大変足にひっついてきます。ヤニ気があるのでなかなかこのゴミは邪魔になります。コーナー付きはもう古いのであまり見ないでください。機械で粗彫りできたのでのみで仕上げていきます。階段をするときは叩きのみの幅広い大きなのみを使います。普通の造作用のお入れのみではなかなかしにくいです。実際刻みの加工をするにはこの松材が一番加工がしやすいです。そして自分は左側を仕上げるしかできません。同じ位置で左側と右側を仕上げる人がいますけども、自分は左側しか仕上げることができません。こうやって合わせてみると小ヤンのロゴマークに似てませんか？親板が刻めたので今度は段板を取っていきます。まず正面を決めます。そして全体のバランスを決めていきたいと思います。段板の下刃にケゴミーターの入る小穴をついていきます。では材料を仕上げていきます。
カンナを研いできたので、まずは大事な段板の方から仕上げていきます。調子上げは一応かかってるんですけども、自分の調子上げはこの幅が足りません。半分ずつ違う方向から削っているので、どうしても高めが起きている気があります。その部分を手カンナできれいに直していくような仕上げをしています。段板は少し面を大きく取って、裏側の毛ごみが当たる部分は斜めに削ってあります。あまり斜めにしますと毛ごみが曲がりますけども、少し斜めに削ることで毛ごみ板がひっつきやすくなります。そして最後に親板を仕上げていきます。親板のカンナ削りは大変危険な削り物になります。カンナの台からもし少しでも指が下がっていると、この穴の間で詰めるようになります。詰めた場合は大きな小豆豆ができます。それでは親板をかけていきます。本当にこの親板を上から下ろすのはめったにないことですね。はい、長めのビスでしっかりと留めていきます。1階の廊下の床も張り替えることになりました。30ミリのネダレスを貼っていきます。その床板の分だけを上げて留めていきます。親板が止まったので、この段板の長さを定規で測っていきます。リフォームの場合は全部の段板が一定というわけにはいきませんけども、2種類か3種類の長さで定規を作っていきます。段板のバランスを見ています。白い板から赤みの強い板までいろいろあるので、自分は下の方から赤みの強い板を並べていきます。なかなか平均にはなりませんけども、自分なりの好みで色合わせをしていきます。段板の長さを切っていきます。幅広い厚みのある板を切る場合は松材とは限りませんけども、正面から一度に切りません。一度に刃を入れますと詰まったりキックバックが起きます。ですから奥の方を一回ノコメを入れてやって、そして正面からゆっくり切るようにします。そして小口は大きく面を取ります。面が取った後を木殺しします。木殺しとは段板が入りやすいように少し木の端っこを叩いてへこましてやるということです。親板にこの段板の入る部分を2ミリほど小さく掘ってあります。ですからこういう風に木殺しをしてやってはめていきます。その方が木にも傷がつきません。最後にこの段板に滑り止め加工をしていきます。溝切りで段板の上に丸い溝をつくだけですけども、これで形のいい滑り止めになってくれます。それでは段板をはめていきます。少し固めにしてあるので原能で叩いて入れていきます。
段板の仕込み方には下の部分を斜めに掘ってくさびを打つ入れ方もあります。でも自分はどうしてもこの矢を打つ方法は好きじゃありません。少し固めの穴を掘って、そして木殺しで入れていく方法が自分は好きです。ビス止めする場合はまず後ろから前に送る方向にビスを揉みます。そして前へ送った状態で下刃から3本ないし4本長めのビスを揉んで留めていきます。そしてたっぷりめに水を打ちます。先ほど木殺しした段板が膨れて仕事がきっちりひっついてくれます。段板と毛込み板の接点の微調整をしていきます。きちっと刻んでもなかなかいっぺんには合いません。ですから一段一段当ててみて調整をしていきます。毛込み板を取っていきます。毛込み板は夜ほども色は違っていません。だいたい白田が多かったです。で柄の綺麗なのから下から並べていきます。毛込み板に面を取ります。毛込み板の上刃の正面側は大きく面を取ります。毛込み板はへこむようにしわみます。ですから小穴の正面の角がどうしても当たるようになってきます。その部分を大きく面を取ってやってることで少しでも処理に対してのこの後のトラブルを防げるかなと思います。毛込み板は多めにしっかりとビスで留めていきます。特に注意するのは横です。横のこの小口になる部分は大きめの切りで捨て穴を開けます。そしてこのビスの頭の部分をビットでダボりをしてやって、それからこのビスを揉んでいきます。でないとこのビスの頭の部分で最後に小口を割ってしまいます。揉んだ後にこの小口の部分は早めに木工用ボンドを塗って割れ止めをしておきます。今日もピアノの音を聞きながらの仕事、気分がいいですね。長い方の直階段ができたので上の3段部分も作っていきます。この3段部分は親板だけをかけて段板を入れるということはできません。ですから荒組みになりますけども、段板と親板を組んでから一つにして持っていきたいと思います。では段板3段を組んでいきます。普通は階段を作る場合は階段の裏から仕事をします。でもこういう風にもともと天井張ってあって、その中にギリギリに階段を収める、あんまり経験のないことですけども、どうしても踏んで持っていくしかありません。毛込みだけはこの中に潜ってなんとか後から打ち付けたいと思います。
3段の段板を入れて組みます。でも3段の段板にはビスはしっかりと固定しません。実際元々のこの建物と作った階段がきちっと直角に合うとは限りません。ですからビスは仮止めみたいにして1本だけ止めてやって、そして収めます。仮組みした階段をつっかい棒をかけて定位置にきちっと収めてやります。そしてレーザーからの高さを確認してしっかりと止めていきます。ここで初めて段板をしっかりと止めていきます。結局1階の天井裏に潜ることになりました。1階の天井裏に潜って階段をしたのも初めてですけども、断熱材が布団代わりになったのも初めてです。1メーター角に5段も取ってあった40年間上がり下りに絶えず危険が伴った階段、きれいさっぱり解体されました。新たに架けられた階段は何ということでしょう。あれほど危なかった5段の周り階段部分も大きな1段の踊り場に変わりました。手すりなしでも楽に上がれるほどの安全な階段に生まれ変わりました。白い漆喰壁にレトロな昭和の手すり、シックですね。階段下のデッドスペースもしっかりと収納スペースに変わっています。これで部屋もできています。この現場のリフォーム工事、これで完了です。以上、大黒社員でした。